信越化学工業、半導体すべての起点を握る日本の素材巨人です。 300mm シリコンウェハで世界シェアおよそ 30%、 業界トップです。営業利益率は 30% 超、化学業界平均のおよそ3倍に達します。 TSMC、 サムスン、インテル、世界の半導体大手すべてが顧客です。本動画ではこの企業を5分で体系的に解き明かします。創業は1926年。意外にも最初の事業は窒素肥料でした。戦後、日本の食糧難を支えた肥料メーカーが起点でした。1956年、シリコン半導体材料の研究を開始。これが転機となります。当時、シリコンは米国主導の最先端材料、日本勢の挑戦でした。1960年代には塩化ビニル事業に参入。化学の幅を広げます。1990年代、米国子会社が塩ビ世界首位へ、日本柱が確立しました。2000年、業界に先駆けて 300mm ウェハの量産化に成功します。この技術的先行が現在の高シェアの土台となりました。2010年代、フォトレジストや気土類磁石でも世界トップへ。肥料から始まり、半導体素材の覇者へ。約100年の歩みです。前会長、神奈川千尋氏のもと、長年、無借金経営を貫きました。肥料も塩ビもウェハも、全て化学プロセスの応用なのです。では現在の業績を見ます。2024年3月期、売上高は約 2.8 兆円、営業利益はおよそ7700億円。日本の化学メーカー首位です。営業利益率は 30% 超、化学業界平均 10% 前後を大きく上回ります。セグメントは大きく、生活環境基盤材料と電子材料の2本柱。電子材料部門の中心がシリコンウェハ事業です。 300mm ウェハで世界シェア約 30%、自転 SUMCO と2強体制です。上位5社で世界の9割超、極めて下線の進んだ市場です。塩ビ事業もヨネシンテックを通じ世界首位の生産能力を持ちます。 EUV 露光向けフォトレジストでも業界の主要供給元です。時価総額は10兆円超、日本の化学業界で突出した存在です。 ROE は 20% 前後とグローバル素材企業でもトップ水準です。次に半導体エコシステムでの立ち位置を見ていきます。シリコンウェハは全ての半導体チップの土台となる円盤です。 TSMC の2ナノメートル、サムスンの3ナノメートルもこの上に回路が描かれます。つまり世界の最先端ロジック半導体の出発点に位置します。メモリ大手のマイクロンや SK ハイニックスも主要顧客に名を連ねます。競合は日本の SUMCO と台湾のグローバルウェイファーズ、日大に強構造です。信越と SUMCO で世界の 300mm ウェハの過半を供給しています。ここに業界の急所があります。供給が止まれば全工程が止まる。信越の主力工場は福島県白河と群馬県磯部に集中しています。仮にここが地震で長期停止すれば世界の半導体生産が滞る。これが地政学的に日本の戦略物資と評される理由です。顧客側にとって信越は容易に切り替えられない存在なのです。ウェハ品質の差は最終チップのぶどまりに直結するためです。ここから今後の見通しと戦略を整理します。300mm ウェハの世界需要は2030年に向け年率 4% 前後で拡大。 AI、データセンター、車載半導体が需要拡大を牽引します。信越は能力増強に向け約8000億円規模の設備投資を進めます。白河、武府、米国シンテックなど主要拠点で増強が進行中です。戦略の柱は先端ロジック向けと CC など化合物半導体です。 CC ウェハは電気自動車向けに需要が急速に立ち上がっています。 EUV レジスト、フォトマスクブランクスでも先端領域を狙います。一方、リスクは中国勢の台頭、国産ウェハ各社が能力を増強中。汎用ウェハの価格下落圧力は2025年以降の焦点となります。塩ビ事業は北米住宅市況、為替、エネルギー価格に左右されます。ただ河川構造、技術蓄積、財務体質、3つの掘りは依然強固です。毎週土曜、テックインフラ企業を1社ずつ深掘りしています。面白かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。サブストレイトウィークリー。また来週。